今回は血液サラサラ生活習慣病の予防にも役立つサバ缶玉ねぎ漬けの作り方をご紹介します。玉ねぎを切って混ぜるだけなのに健康にいいだけではなく、作ったらすぐになくなってしまうくらいやみつきな美味しさです。おすすめのサバ缶もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは今回使うサバ缶について簡単にご紹介します。サバ缶は手軽にサバの栄養を摂れるので、日頃食されている方も多いと思います。しかし、缶詰の BPA が気になると感じる方もいると思いますので、おすすめのサバ缶をご紹介します。BPA とはサバ缶に限らず、缶詰の内側には金属の劣化を防ぐためにプラスチック塗料が塗られて、その塗料に環境ホルモンとしての疑いがある物質 BPA が検出されることが指摘されています。こちらは伊藤食品の愛子ちゃんサバの水煮缶。 BPA 削減に積極的に取り組んでいるので、比較的安心して食べることができると思います。化学調味料も入っていない国産のサバを使用したサバ缶です。食塩は入っていますが、沖縄の塩島マースを使用しているこだわりぶり。この商品のコンセプトは最良の原料を使い、余計な添加物は使わない。愛子ちゃんのような小さな子供にも食べさせたくなるような安心安全な食品作りという素晴らしい思いを込められた商品です。こういう企業は応援したいですよね。旬の時期の国産サバを使用しているそうで、脂が乗っていて美味しいサバ缶です。もう一つはマルハニチロの月光サバの水煮缶です。こちらも BPA 削減に取り組んでいる企業だそうです。原材料は国産サバと食塩だけ。食塩は天日塩が使われています。どちらもスーパーで購入できますので、ぜひ探してみてください。概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。では早速調理工程に移ります。今回は今が旬の新玉ねぎを使って作りますが、普通の玉ねぎでも大丈夫です。結構大きめの玉ねぎで約 350g ありました。外側の汚れている皮だけを剥いたらきれいに洗っておきましょう。半分に切ったらお尻を切り落とします。普通の玉ねぎ漬けのレシピは玉ねぎを生で食べることが多く、辛みが強いと感じてしまう場合がありますが、切り方を工夫するだけで辛みを軽減できます。玉ねぎは繊維が縦に入っているので、この繊維を断つように切っていきます。繊維を断つことで細胞が壊れて食感が柔らかくなり、辛み成分も抜けやすくなりますよ。玉ねぎに含まれる辛み成分の硫化アリルは血液をサラサラにしてくれて、動脈硬化や高脂血症などの予防に役立ちます。血糖値の急激な上昇を抑えたり、コレステロール値を低下させたりなど、健康づくりに欠かせない成分がたくさん含まれています。切り終わったらこんな感じでほぐしてあげると、切り口から酵素の活性が高まり、有効成分がアップします。しかしこの有効成分は揮発性のもので、あまり長時間放置しておくと栄養素が減ってしまうので注意してください。新玉ねぎではない普通の玉ねぎで作る場合は辛みが強いので、お好みで10分ほど水にさらしてください。切った玉ねぎは保存容器やボウルなどに移しておきましょう。次は大葉を切ります。2束20枚用意しました。大葉の茎は食感が硬いので捨てられてしまいがちですが、細かく切れば硬い食感を感じることなくいただけます。
葉っぱはくるくる丸めてから細切りにしましょう。今回はこのサバ缶を使います。内容量は 150g でした。サバ缶の汁は入れません。この汁にも栄養が含まれているので捨てずに取っておいてください。後ほどご紹介するアレンジレシピで使いたいと思います。サバを入れたらほぐしておいてください。ある程度ほぐせたら大葉も入れましょう。あとは調味料を和えるだけです。ポン酢を大さじ4杯入れます。めんつゆは大さじ1。すりごまも大さじ1入れます。我が家ではごまはすりたてを使うようにしています。あとはよく混ぜるだけです。混ぜてるうちにタレが絡んでしんなりしてきますよ。すぐでも食べられるんですが、30分くらい寝かせると玉ねぎがしんなりして辛みも和らぎ美味しくなります。30分経ちました。だいぶしんなりしてかさが減りました。玉ねぎの水分が出て下にタレが沈んでいるので一度混ぜてから召し上がってください。完成です。いただいてみたいと思います。サバのうまみが玉ねぎの辛みを中和していてとても食べやすいです。ポン酢のさっぱりした味でパクパク食べられます。玉ねぎとサバのダブル血液サラサラ効果で体が元気になりますよ。冷蔵保存で5日ほどで食べきってください。簡単なアレンジもご紹介します。個人的にハマっているのが納豆にのせるアレンジ。納豆のタレは使わず玉ねぎ漬けのタレを入れるのも美味しいです。納豆のネバネバと玉ねぎのシャキシャキ感は相性抜群です。簡単にのっけ丼にするのもおすすめです。海藻系のものと合わせるのがお気に入り。めかぶをのせるのが一番好きなんですが切らしてしまったので今日はバラの海苔にしてみました。温泉卵をのせたら完成です。海苔やめかぶの食物繊維も合わさりさらに健康効果抜群になった簡単丼です。最後はサバ缶の汁も無駄なく活用できるお茶漬け。汁を温めてご飯にかけるだけです。汁が少ないときはお水を大さじ1から2杯入れます。お塩を一つまみ入れて溶かしたら完成です。夏は温めずに冷や汁にしてもいいと思います。最後にお好みでいりごまをかけたら完成です。
サバの DHA や EPA が溶け出した汁も無駄なく利用し、最後まで美味しくいただけるお茶漬けです。この漬けだれも入れて、水も多めに足してから塩で味を整えれば、2人前くらいのお茶漬けが作れると思います。どのアレンジレシピもとても簡単なので、ぜひ作ってみてくださいね。最近はお米の価格高騰が続く中、政府の備蓄米がついに放出されることになりましたね。この先どうなるのか心配は続きますが、体調を整えて元気に過ごしていきたいですね。最後までご視聴していただきありがとうございました。